はい、自然史博物館へようこそ。ようこそ。それでは第一展示室の、見どころを説明していきたいと思います。第一展示室というのはどんな展示があるんでしょうか。はい、第一展示室は身近な自然をテーマにした展示室になっています。実際中に入っていきましょう。ね、入っていきますと港、公園、それから街中、こうした形で実際の風景を、模型で再現しながらそれぞれの自然のそれぞれの場所の自然を紹介しています。家の中にものすごく大きなゴキブリがいますけど。そうですね、実際にはこんなに大きなゴキブリはいません。これは10倍の拡大模型になっています。そんなに大きく拡大されてるんですね。そうですね。ゴキブリってあんまり細かいところをまじまじと見たことはないと思うんですけどね。こうして大きくしてやるとその細かな特徴がいろいろとよくわかるんじゃないかなと思います。はい、あまりまじまじ見ないですもんね。身近な生き物もね、実際細かく見てやるといろいろな面白い生態、それから日本にもともといるもの、外国からやってきたもの、さまざまなものがありますんでね、この生き物は知ってる、初めて見た、いろんな話をね一緒に来た人たちでしていただくとね楽しいかなと思います。で次の、ウィンドウは街中から少し田んぼがあるような郊外の風景に、視野を広げてます。でさらにこちらに行くとその周りに広がる森であるとかの風景になっていますね。でこの森は、季節を設定して作ってあるんですけど、どんな季節だと思いますか？葉っぱがないので秋とか冬ぐらいかなと思うんですけど、実際葉を落とす落葉樹が多い森になっています。で葉っぱが春に出る前の風景を実際には作ってるんですけどね、で実際に光が一番林の中まで届くんで、さまざまな小さな草が咲いているというのが見えるかなと思います。花もよく見ると咲いてるところもありますね。そうですね。金蘭であるとか春蘭であるとか、そういったものが咲いています。また木の方もね二股になってますでしょう。そうですね。これは焚き木として切られた、そうやって利用されてきた森であるっていう、そういう形になっているんですね。人が近くに住んでる森。そうですね。人の生活の匂いのする森ですね。で逆に人の生活の気配が少ない森っていうのはこうした大木が茂る森になります。すごく大きな木が生えてますね。そうですね。こちらは冬でも葉がついたままの常緑の森になりますので、こうしたちょっと臨床まで暗いという、そういう森になりますね。で展示は森やそれから農耕地が変わってきたことによって少なくなってきた生き物の展示があったり、さまざまな林の昆虫の展示があったりします。で次のコーナーはちょっと打って変わって、数千年前縄文時代の人の暮らしの展示になっています。縄文時代というのを歴史の授業でも習いましたね。そうですね。どんぐりがたくさん落ちてますが、実際には縄文時代の人たちは周りの自然を使って、暮らしを食べ物を得ていたわけですけれども、どんぐりなんかもかなり重要な食べ物になっていたようです。どんぐりを昔の人たちは食べて生活をしていたわけですね。そうですね。渋みがすごい強いんですけれども、うまくアク抜きをして食べていたようですね。でどんぐりだけじゃなくて周りの海であるとか森からもさまざまな動物を食べ物として利用してきたっていうのが、森の宮なんかにあった貝塚から分かっています。これは貝塚から出た貝や骨になりますね。骨が、展示されてるんですね。もう本当に大阪城のすぐ近くに熊や鹿がいたっていうのもね、ちょっとびっくりするような、今からは想像できないような風景だったんではないかと思います。縄文時代の人たちも現在の私たちも周りの身近な自然っていうのの中にいろんな影響を受けながら生活をしているわけです。で現在の私たちの身近な自然の中には、日本に元からいた生き物だけじゃなくて、外国からやってきたさまざまな生き物も住んでいます。人によって、移動されたそうですね。生物たちということですね。こうした生き物たちがまたさまざまなその生態系に影響を及ぼしているというのも、現在の、大阪の、身近な自然の特徴だと思っています。で展示はそこからさらに、現在ではあまり見ることの少なくなったこういった自然の海岸、これは加工干潟を
表したジオラマなんですけれども、はい、こんなにねカニがたくさんいるような風景というのは、大阪では、あまり見る場所は少なくなってきましたね。はい、もうあまり大阪にはない海岸の風景です。そうですね。ただこうしたのが淀川の河口とかにもかつては広がっていたっていう、そういう自然になります。はい、でもう一つ私たちの身近な自然として忘れてはならないのが海の中の自然ですね。はい、で大阪の海っていうのは非常に豊かな海でその漁獲された魚たちで黒門市場であるとか、はい、私たちの食文化も支えられてきたわけですよね。はい、でこのようにして町の中からスタートしましたけど、森そして海という形で少しずつ視野を広げてもらって自然を理解していただく、それが第一展示室というふうになっています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。